こんにちは。高知のガレージ商営吉岡です。スタッフの前田です。今回はですね、カローラクロスにこういうシステムつけていくんですけど、このカローラクロス、トヨタ純正のダブルついたシステムプラスっていうやつがついてるんですけど、これね、解説動画ちょっとやってます。別の動画でこれの解説してますんで、そちらも見ていただければいいと思うんですけど、結果としてはね、残念です。トヨタのホームページに書いてる内容と、全く違うって言うたら問題になるかもしれませんけど、全く違います。今回ダブルついたシステムは外します。外して、ウェルカムプランプラスっていう分でを基本に DSP とかつけていくんですけど、その辺ちょっとね、前田君に紹介してもらいましょう。はい、ヘッドユニットは純正のディスプレイオーディオをそのまま使います。そこのフロントのスピーカー出力をハイインプットで、こちらオーディソンのアンプ内蔵プロセッサーといったものですかね、 AP5.9 ビット、こちら入れていきます。こちらパソコンで車に合わせて細かい調整をして、フロント 2way プラスサブウーハーを鳴らしていくようにいたします。フロントのスピーカーはカロツィレの TSV173S、 こちらをそれぞれ出力させてマルチでシステムを構成します。サブウーハーはこちらブラムのリラックスシリーズの MSP25 っていう、普通こういう形ってアンプ内蔵のチューンアップウーハーだと思うんですけど、これはアンプが入ってない分ですね。ただ形状的に椅子の下へ置けるので、これを椅子の下へ設置していくっていう形になります。このプロセッサーなんですけど、パソコンで調整するサウンドクオリティというかね、音質を調整していくんですけど、すごく重要な部分なんですよ。細かい調整をすることによって、このカローラクロスが最高の音になるように、それがね、お店のノウハウとかがいっぱいあるんで、その辺をね、駆使しながら調整もしていきたいと思います。それでは作業にかかっていきたいと思います。ではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず入庫した状態のシステムの確認です。ヘッドはディスプレイオーディオですね。ツイーターはメーカーオプション、ディーラーオプション、純正のオプション品らしいです。ドアは純正の位置、中に入っております。まずこの純正の音を聞いてみたいと思います。はい、それではまず入庫した状態のこの純正のシステムをいつもの曲で聞いてみたいと思います。Cheek to cheek, heaven, I'm in heaven. いかがですかね。純正は頑張っても純正なのかなと、残念な音がしてますね。聞けたほどじゃないってわけじゃないですけど、なんていうのかな、音に芯がないというか、多分 SN 感があんま良くないのと、情報量も足りてないっていう分だとは思います。定位はセンターに運転席で聞くと割としっかり出てるんですけど、出てる音が良くなかったらどうにもねえ。もともと車を買って素の状態でこれだったら純正だし、純正車ぐらいには思うかもしれないですけど、追加で12万ぐらい払ってこれだとちょっと納得いかないだろうなとは思いますね。この車のオーナー様もこの車買ってオプションもつけて、音が気に入らんと、ディスプレイオーディオについてトレブルじゃベースじゃいろいろもう変えちゃ聞き何回も繰り返しながら、もう何やってもこれがもう限界やっていう風になってうちへ相談に来てくださったんですね。確かにこれならオプションつけたのにこれってなる気持ちはちょっとわかります。さあこれを全然かなり変わるとは思うので変えていきたいと思います。純正のフロントスピーカー出力を取るのにディスプレイオーディオ、とりあえずこれバラしていきます。バッテリー外しても6分間ぐらいこれ動いてるらしいので、とりあえず放置してからここを外して、その後このパネルを外して
それからこのエアコンのダクトを外して、上向きと正面とに2本ずつ4本ボルトがいるらしいので、それを外したら外れるそうです。やっていってみます。はい、ディスプレイオーディオを外して、スピーカー線の取り出しやりました。ここのディスプレイの本体の裏の10ピンの黒いカプラー。これで、爪上にして、こっち側から見たときに、ここからフロント右、フロント左、その隣がリア左、リア右の並びで、爪がある側がプラスです。ここカットして、ギボシにして、アイプット用のスピーカー線を引いて取り出しております。ドアをばらしていきます。この取っ手のところのパネル、これ外して、この黒いパネルのくようなので、これ外して、1箇所、ここも1箇所、2箇所、ネジのけて、バーウィンドウのスイッチのけて、縛りが外れるみたいです。やっていきます。はい、これであと内張り引っ張れば外れるみたいです。はい、外れました。最近のトヨタに多いこのプラスチックのパネルがついたタイプですね。これのけてデトニングされてるとことか見たことありますけど、せっかくついてるので、これの上に精神剤しっかり密着させて止めてあげた方が強度が出るので、のけない方がいいと思います。これ純正のドアのウーハーです。なんか普通のトヨタ用のスピーカーと変わりないようには見えるんですけど、これ入力のコネクタ変換がついているので、ちょっとこれもダブルツイーターシステムでしたっけ、あれのパッケージでセットになっている商品のウーハーなのかもしれないですね。これのけるのはボルトのけて、受けのプラスチックのなんて言うんです、ネジ受け、それがおるのでそれを外すだけです。はい、スピーカーも外しましたので、スピーカー線を引いていきます。この車、ドアのこのハーネスのこのつなぎ目のところ、カプラーになってます。なので、今回ちょっと手強いです。まずこのゴムのカバーを、車両側の方ですね、ゴムのカバーを外すと、白い大きいカプラーが見えます。爪が上下、奥にも手前にも2箇所ずつ爪がいますので、これをこうグイッと押して、手が入るので手で押して外れます。で、爪押してあげたらパコンと出てきますので。いかん、さっきこれのけないかな。このピン、手が入るので、奥からつい上げて、ここ外して、ここに2箇所、10ミリの六角のボルトが止まっているので、それも外しておきます。カプラー邪魔や先外していかんかったですね。あとここにもクリップが1個、クリップというかピンというか、でこれが自由になりました。でこのカプラー引っ張り出していきます。よいしょ。でこの黒いレバー、これガチャッと起こすとカプラーが外れます。よいしょ。はい、よいしょ。これで外れました。このカプラー、ね、見てみるとこの配線が通ってるところ以外、削ったり穴開けたりして通せそうなところがないので、この空の配線が通ってない空の部分、ここを使って通していきたいと思います。太い線のところが並びでちょうど空いているので、ここ切りで貫通させて、ここを使って通していきたいと思います。この配線を開けるときに傷つけないように気をつけながら、まず 2.5 から細い側からちょっとずつ広げていきます。反対側も同じ位置に同じように開けます。
今回は3ミリ開けとけば通るので、次は3ミリで。これが穴位置がずれてたらダメなので、一応念のためくっつけた状態でもう一回貫通させておきます。ここ2箇所穴が広がってるの分かりますかね。ここを使って通していきます。でこの削りカス残ってると他の端子のところに引っかかって凸してなかったりトラブルになったりするので、ちゃんと削り粉飛ばしておきましょう。ここ通すためにこのゴムのブーツ抜いていきます。抜けようか。この裏のカバーでがボルト止めるところのステーですね。これのけてここにズボッと入っていってる分を抜きます。出てきました。ここのビニールテープも切ってのけておきます。よいしょ、いた。ここからは今回通すスピーカー線M&M デザインの SNMS1800。今回はこれを通していきます。カプラーの中、この太さではもちろん通らないので、中の芯の線だけに抜きました。必要な長さの分だけ。で、だいたい長さの目安としては、こう、スピーカーのところ、引きたいところから、カプラーの室内側ですね。ここから、20センチぐらいあれば、後での作業がしやすいです。で、あまり被覆抜いてやると音が悪くなるんじゃないかとか、ノイズ拾うんじゃないかとか言われる方もいらっしゃいますが、もう通らないものはどうしようもないので、潔くうちでは抜いてます。まず、内側の方から通していきます。でここはもうとりあえず根元いっぱいまで引いておいて、次、カプラーの反対側へ通すんですが、よくやりがちなの。この上を通して組もうとしたら、あれって、また入れるやないのっていうのを気をつけましょう。この線がカプラーはめた時にねじれてると、カプラがギュッと締まらないので、まっすぐ平行になるのを確認しながら、これは必ず引いていきます。はい、これねじれてないですね。で、ある程度近づけといて、今度はこのブーツの中を通していきます。この中をはわしていって、またここら辺は長さの位置的には大体です。通してる状態がここ通して、ここから通ってて、このプラスチックの中通ってて、ここ。表側を通ってきているので、この中へ入れ込まなきゃいけないんですけど、今回ここのゴムの蓋、ここ使って入れていこうと思います。ちょっとこんな切れ目入れて、線が通るようにしております。で、これを中へ通して、後でデッドニングするときにここを塞ぎます。こっからスピーカー線の止めていく位置を決めていきます。ここら辺にテープで巻いて、インシュロックで留めてもいいんですけど、固定して、これで配線出してくる長さが決まりました。あとは、戻していくだけです。もう一箇所ぐらい留めとこうかな。
これも純正の線と一緒にここへ入れてしまいます。で、元にあったのと同じような感じでビニールテープを巻いておきます。これゴムのこの中へ戻していくんですけど、絶対通らないので、もうシリコンでべっちゃべちゃにしておきます。さっき外したこのネジ止めるステーみたいな、これも入れにくいのでシリコンを拭いておきます。で、この突起をゴムの溝に合わせてはめて、はい、元に戻りました。ここもよいしょ、つけておきます。先に上を見て20センチぐらいこのカプラーから後ろ向いておいたらいいっていうのは、この作業をする余裕を持たせるためですね。こうカチッてつけた状態でもうここジャストやと、こうやっての広げて作業する余裕がなくなるので、ここから車両側の方を引っ張りながらカプラーを止めていきます。で、この時に線がたるんでる状態のままカプラーだけで締め込もうとすると、中の線がぐにゃっと曲がって他の端子を押し曲げてしまったりするので、必ず引っ張りながら。ちゃんと、これで戻りました。このカプラー車両側のやつをガチッと爪を引っ掛けて戻して、でこのドア側もここのボルトを止めて、で最後にこのゴムのモールをパチンと戻してあげれば、はい、これでドアの通線ができました。カプラーの車は割とややこしいです。こうやって通すしかなかったり、それすら通せない場合は別の場所なんとかして通すとかしなきゃいけないので大変ですけど、こういう車こんな感じでやれば割と通せる車が多いです。今度はデッドニングをしていきます。この外側の鉄板の裏側を貼るために、この白のプラスチックのパネルはとりあえず外しました。真ん中あたりはだいぶ響いてます。なのでちょっと大きめを真ん中へ貼っていきます。ビーンって響く音はなくなりました。で、今度はこのプラスチックのパネルを元に戻して、これ斜めの状態からよいしょ、横か縦かにすれば引っかかります。でもこのプラスチックのパネルの上からそのまま貼っていきます。
はい、だいたいバランス見ながら貼ってってこんな感じかな。これ全部ローラーで圧着していきます。よいしょ。はい、ひたすらこんな感じで押さえつけていきます。はい、全部しっかり密着させてセットリングの作業は完了です。最初に言った通り、このパネル、これ残して貼ってあげると、もうギュッと密着させて、このパネルとこの静心剤一体化させることもできるし、1枚シートだけでやるとベコベコするので、このプラスチックの板を残してやった方が強度があっていいと思います。はい、このスピーカーをつけていきます。今回インナーバッフルは MX6112 トヨタ用のやつですね。こちらを使っていきますが、ここスピーカーのネジを留める受けのプラスチックがついてた分で一段下がってます。このままつけるとネジの位置が浮いた状態のところで留めるようになるので、それはまずいので、うちでこんな 5mm の径の厚みが 1mm の大きいワッシャー、これを間に入れてこう止めるようにしております。これだと浮かないので、こうやって止めております。こういうことですね。で、穴が大きいので、めっちゃ動くので、まあ大体、フリーになってるぐらい。これの上に PCD1 を重ねて留めます。これ、押し締めしておきます。最後にスピーカーをつけていきます。これでスピーカーの取り付け完了です。で、これで外した逆の手順でドアの内張りを戻していきます。純正オプションのダブルツイターツインツイターデュアルツイターあれをのけるのに、この純正のよくツイターがついてるパネルを外したらびっくりしました。この大きい方は SOS とかの緊急の通報用のやり取り用のスピーカーらしいので、これは別に関係ないんですけど、その横のちっちゃいの、元々の純正ツイター残ってついてます。しかもこれ、鳴ります。せっかく後からいい音になるスピーカー、というかもうツイッターの部分つけてるのに、これつけっぱなしって意味あんのかっていう話なんですけど。運転席側も、これパネルの方にくっついてるんで、下から上向きにくっついてるんでちょっと見づらいですけど、こっちも残ってます。で、配線も繋がってて、まあこれなかったらウーハーの方に音楽信号確か行かないと思うので、そりゃそうよねっていう話なんですけど、それでも何かジャンパー線とか使うなりして、外せよってちょっと思いました。普通自動車メーカーの考え、びっくり。オーディソンのアンプ内蔵プロセッサー引く電源線を引いておっております。ここ、ヒューズブルリンクを使ってヒューズつけます。まだ止めてはないんですけど、ここら辺を通っていって、ちなみにこれ、電源の線は SNMP2800 8ゲージの M&M デザインの電源線を引いております。被覆が破けたり熱で傷んだりしないようにコルゲートチューブをかぶせております。ここの純正の大きいグロメットのここですね。オプション用の穴があるので、そこを通していってますが、ここへアクセスするためにワイパーのところ、ベースまで乗っけていってます。これ大変。最近トヨタ車こんなん多いっすね。これであと線固定して戻していきます。配線引き終わりました。これ助手席の椅子の下。今のとこ後でメンテナンスするときとかに引っ張り出せるようにちょっと長めに引いて、引っ張り出したらこれぐらいの位置へ行きますよぐらいのところで置いております。このプロセッサーとアンプ一体になっているこの機械は、ここにダブルツイーターシステムのアンプがあったので、カーペットが切られてます。なのでこれを隠すのにここへ置こうかなと思います。はい、定位置へ設置しました。長く余った分、
ここ、中空洞なので、こっちへ今回押し込んでます。これで見た目はすっきり取り付いております。はい、すべての作業が完了しましたので、今回作業した内容をおさらいしたいと思います。はい、まずドア。インナーバッフルなので、外側からはちょっとついている状況は見えないんですけども、この中に収まってて、トニングもしてあります。ツイッターは、ダッシュの上に今回はこのように貼り付けの形で付けております。助手席側こうですね。プロセッサーは助手席の椅子の下。ここにこのような形で付いております。プロセッサーのコントローラーは今回ステーを作って、このディスプレイオーディオのすぐ横、この隙間のところに付けております。ここならディスプレイオーディオのボリューム触ったりするときと同じ感覚で操作ができるので、今回はここの場所にしました。サブウーファーは運転席の椅子の下、ここに横向きにすっぽり、これもちょうどの状態で入っております。これ、マットを戻せば、後ろの人が乗って少々踏んづけても大丈夫なので、実用性も損なわれておりません。はい、それでは最後にいつもの曲を聴いてみたいと思います。I'm in heaven, and my heart beats so loud I can hardly speak. And I seem to find that happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven. いかがですかね。もう全然良くなってます。もうフォーカスはちゃんと出てて、けど自然なホール感というかステージ感というか広がり感があって、なんか最初の作られたキュッとしたセンターステイって感じじゃない音がしてますね。情報量が増えてるっていうおかげもあると思うんですけど、楽器一音一音の輪郭がしっかりと効いて取れます。やっぱ純正ディスプレイオーディオを使っても DSP 入れてあげることによって、これぐらい納得できる音がやっぱ作れるんだなって実感しました。これだとお客さん満足してもらえると思います。今回のカローラクロスの動画は以上となります。最後まで視聴してくださいましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。I'm in heaven, and my heart beats so loud I can hardly speak. And I seem to find that happiness I see. I'm in heaven, and my heart beats so loud I can hardly speak. And I seem to find that happiness I see.